IB 初等教育プログラムの大きな部分を占める探究学習では、教科の枠を超える6つのテーマのもと、学年や年齢に適した題材と、現実に存在する身の回りの出来事やものを教材として利用し、3歳から12歳の9年間にわたり学んでいきます。探究学習とはを考えるために、これまでの一般的な学習スタイルである知識基盤型学習と比較してみましょう。まず、知識基盤型学習とは、文科省によって定められた知識を身につけることを目標とした学習方法です。学ぶべき知識が決まっているため、教科書を読む、反復暗記をすると手順を踏むことで効率的に知識を身につけることができると、日本の学校教育の軸となってきました。特に日本の教育は、同じ知識を同じ方法で獲得するためのシステムが大変整っており、戦後の日本の識字率などを支えてきたという功績があります。ただし、知識やそれを獲得するための方法が限定化されているという点が現在の課題として問題視されています。一方で、探究学習は螺旋状に学習していくとイメージしてみてください。探究学習には学ぶべき知識に制限がなく、IB ではよく概念という言葉が使われますが、その概念を理解するために探究サイクルを回していきます。知識基盤型学習は、学習すべき内容が決まっている。教科型学習、学力はその量で問われる。知識やスキルを手に入れる方法に制限がある。メリットは、まんべんなく学習することができ、知識を素早く獲得することができると言えるかもしれません。探究学習はどうでしょう。学習したい概念を決め、概念の理解を深めるためにスキルを使用する。教科融合型学習、学力が質で問われる。知りたい知識を得るために方法を考える。メリットは、好きなことや得意なことを選択し、自ら学び方を決め、学習する過程で知識やスキルを身につけることができるということになります。では、なぜ今探究学習が求められているのか。専業化と分業化によって栄えた大量生産・消費の時代の高度経済成長期には、社会人として求められる知識スキルが読み、書き、計算などと具体化・限定化されており、それらを早く効率的に身につけるための学校教育が行われてきました。高度情報化に伴い、グローバル化した社会において求められる知識スキルが多様に変化する時代になっていきました。このような社会を生きていく上で、自ら問いや仮説を立て検証し、それを表現するスキルや自分の興味関心に合わせて知識を獲得する力が求められているのです。それは、知識は与えられるものではなく、自ら獲得し選択するものであるという考え方と言えるでしょう。つまり、学校教育にも当然ながらアップデートが求められ、その解決策として探究学習がいよいよ注目されるに至ったのです。